深田萌さんや平野龍さん、佐藤沙織さんの戦いを応援しよう。日本人のための日本人による政治を目指せ。皆さん、今こそ日本人のための日本人による政治を目指して頑張ってくれている深田萌さん、平野龍さん、佐藤沙織さんの戦いを応援しようではありませんか。我々日本人は一刻も早く純粋な日本人を一人でも多く政治に送り出して、日本人による日本人のための政治をするために、非華人や外国人に影響を受けた日本の政治家を排除するスパイ防止法などを成立させる必要があるのです。今、勇気を出している日本人の女性たちは日本を取り戻すために戦っているのに、できれば元プロレスラーだった前田明さんも日本の男性を代表して、中国共産党統治の日本政治からの脱却を目指して立候補してほしいと申し上げましたが、ついに日本の男性を代表して北村春夫弁護士が中国共産党統治脱却に向けて参議院選挙で日本保守党から出馬してくれました。日本精神科医の吉野俊明さんも参議院選挙に立候補してくれています。また現政治家である参政党の神谷代表も頑張ってくれています。ぜひこれからの日本の子どもたちのためにも応援をよろしくお願い申し上げます。というのも、現在の日本の政治体制はもはや日本人のための政治ではなく、中国共産党のための媚び重政治体制となっていると思えるからに他なりません。なぜそのことが言えるのかといえば、今の日本では、すでに日本人には不利で、中国人には有利な法律が数多く制定されてしまっていることから明らかなのです。つまり、私のコンテンツでお話ししている事実から明らかなのです。つまり、税金を支払っている日本人よりも税金を支払っていない中国人への優遇政策の法律が、日本ですでに確立されてしまっていることから証明できるのです。これらの中国人への有利な法律という事実から現在の日本は、中国の武力を使わずに戦争に勝利する。中国超限戦という戦術によって支配された日本の政治体制を確立されてしまっているものと考えることができるのです。そこで、一刻も早くスパイ防止法や土地規制法を成立させて、日本の政治や土地を我々、将来の日本人の子どもたちのためにも取り戻さなければなりません。すでに、現実的にも日本の公安庁の大物に中国共産党のスパイがいることが発覚しています。中国共産党から日本の政治を取り戻すためには、日本でもトランプ大統領のような強力なリーダーシップを持った大統領が必要と思われるのですが、皆様はいかがお考えでしょうか。この現在の日本の状況を打破するためには、日本の政治にも国民が直接選べる大統領制度の導入が不可欠と思えてなりません。中国共産党は日本の政治に関与してきており、中国幾何人を政治家に育て上げ、または政治献金やハニートラップ、選挙システムを改ざんした不正選挙にまで関与が疑われているのです。そのことで、現在、我々日本人一人一人が納得して日本の総理大臣を選ぶことができていません。日本人の誰もが媚び中政権を支える今の市場総理を選んだわけではないのです。中国共産党は国家情報法や国家安全法により、すべての自国民や企業に対して中国共産党の命令にした外情報提供や協力を行う義務を課しています。しかも最近は全世界課税を打ち出しており、すべての中国人の所得、つまり日本に在住している中国人の税金は、日本に納めずに中国共産党に納めることになっているのです。そこで日本の経済には何ら中国人は貢献しないことになっているのです。そのような中国人に我々日本人の貴重な税金が、無駄に投資家ビザやそれに付随する健康保険や生活保護、教育補助や奨学金などに支出されてしまっているのです。そのため、今アメリカでは、トランプ政権になってからすべての中国人のビザの取り消しを実施しています。特にスパイ活動を余儀なくされている中国人留学生の追放を始めているのです。そんな中で日本は中国人を5年という短期間で帰化させ、政治家や裁判官、教育者に育て上げてしまっているのです。特に気をつけたいのは、中国留学生に多額の生活支援金と奨学金を与えて、情報技術の流出者スパイを日本の税金を使って育成しているのです。なぜ日本の若者を日本のリーダーに育成しようとはせず、
情報スパイと考えられる中国人を育成しているのでしょうか。また深田萌さんによると、萩生田議員が数兆円もの資金を熊本の TSMC に与えて中国の石膏財閥が支配する台湾企業を日本で起業させています。現在深田萌さんが訴えているように、なぜ日本企業の半導体の育成に数兆円もの資金が使われないのでしょうか。税金という形で日本国民に還元される日本企業への支援や育成をせずに、外国へ税金を納める外国企業への資金援助という極めて不可思議な行為が日本全国で数多く見られるのです。これは日本の政治家が日本国民よりも自己の政治資金を援助してくれる外国企業に有利に働く仕組みが作られているからに他なりません。このことは日本の固有の領土や土地も中国共産党員に買い叩かれています。このことからすでに我々日本人は中国共産党の占領状態にあることを認識しなければならないのです。やがては日本が世界で誇れる戸籍制度も消滅させられて、本来の日本人が中国人と区別がつかなくなってくるわけなのです。それゆえに日本人の日本人による日本人のための政治体制を取り戻すために、一人でも多くの日本人の政治家を国会に送り出す必要があるのです。あの国では帰化人は政治家や公務員、教育者などになれないか、あるいはなれたとしても賛成以上で選挙に出馬できるという制限を設けているのが普通なのです。日本も政治家には純粋な日本人でのみなれるようにしなければ、日本人のことを優先的に考える政治体制は作れないのです。本来の政治家とは国民への奉仕精神を有して自己の利権にとらわれず、日本の将来を見据えた自己犠牲の精神が非常に必要なのです。日本経済が戦後復興できたのはそういう自己犠牲的な政治家や起業家、官僚が存在していたのです。現在はそういう政治家や官僚が皆無の状態になってしまっているという危険な状態なのです。そこで日本国民は一致団結して日本の政治家として立候補している自己犠牲的精神を有し、日本のために活動を目指している深田萌さんや平野龍さん、佐藤沙織さんらを応援しようではありませんか。いや絶対にすべきなのです。国防動員法や国家情報法に拘束されている中国帰化人を日本の政治家や官僚、裁判官、教育者、自衛隊員に採用してはいけないのです。アメリカではそういうことを法律で禁止していますが、日本では自由に野放しになっているので現在は大変危険な状態なのです。